こんばんは、 JPUG です。2024年8月、アソシエイト初の RWD ドリフトカーキット DC10 が発売されました。バギーやツーリングカーで世界的に有名なメーカーであるアソシエイトがついにドリフトカテゴリーに参入。 RC 界隈でこのニュースを知った人たちや SNS ではにわかにざわついたことは言うまでもありません。競技用 RC カーのリーダーたるアソシエイトが満を持して投入してきた RC ドリフトカーに私の物欲が止まりません。物欲に負けた私はいつもお世話になっているスーパーラジコンさんで予約購入しました。 DC10 を購入できたのは良かったですが、その他の RC パーツもろもろが必要です。そこで前々から気になっていたことを確認してみようと思いました。それはハイエンドパーツで一式揃えるといくら必要になるのかです。この機会に調べてみます。購入金額の計算方法はすでに手元にあるものは購入しませんが、新規購入したと仮定して合計に加算していきます。なお購入金額は定価ではなく、販売店にて売られている価格を右上に合算していきます。それでは始めます。アソシエイト DC10 ドリフトカーキット、購入価格は 52,388 円。送信機は双葉 T10PX を選択。動画はリミテッドエディションですが、現在は売られていないのでスタンダード製品受信機1個付きを購入したと仮定します。受信機 R404SBSD1 個付き、販売店での価格は 65,450 円。ESC はアキュバンス社のジャービス WX を選択。販売店での価格は 26,180 円。アキュバンス社製 ESC 用ファン超高速回転ファンユニットレーストーム、販売店での価格は 4,752 円。アキュバンス社製 ESC 用キャパシタシュバリエブレーズ、販売店での価格は 8,151 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツパルスマスター2個、1個でも十分に効果はありますが、2個装着することで効果が若干増します。販売店での価格は 6,793 円、2個で 13,586 円です。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツエレクトロニックバランサーコア 5G、 販売店での価格は 2,970 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツフォトニックスタビライザーアクトロン、販売店での価格は 3,960 円。アキュバンス社製バッテリー接続用コネクターハイラジエーションコネクターセット、販売店での価格は 2,195 円。アキュバンス社製 ESC 用オプションパーツ S バスリンクアダプター、販売店での価格は 6,732 円。受信機は双葉社の R404SBSD を使います。送信機 T10PX に含まれていれば購入は不要です。よって合計には加算しません。受信機を持ってない場合は別途購入が必要です。モーターはアキュバンス社のフレッジ 10.5 ターンファン付きを選択。販売店での価格は 25,570 円。サーボは双葉社の HPS-CD700 を選択。販売店での価格は 22,484 円。ジャイロは双葉社の GYD550 を選択。販売店での価格は 11,550 円。アキュバンス社製受信機用キャパシタートレイスベクター2個、 ESC から受信機間に1つ、ジャイロからサーボ間に1つの計2個を装着します。販売店での価格は 4,950 円、2個で 9,900 円です。
ホイールは MST 社製のオフセット可変式を選択。販売店での価格は2623円。タイヤはオーバードーズ社製のバズブレークを選択。フロントには 26mm 幅、リアには 30mm 幅を装着します。販売店での価格は 26mm 幅が1881円、30mm 幅が2090円。RC926 社製ハイトラクションタイヤインナーバージョン S DBRBE を装着してホイールとタイヤを固定します。販売店での価格は440円。充電器はハイテック社製マルチチャージャー X2AC プラス V 線を選択。販売店での価格は22,800円。バッテリーはハイテック社製の X パワー R スペック 120C240C ハイボルテージ 4200mAh を選択。本格的に楽しむには1本では足りないため2本購入したと仮定します。販売店での価格は6600円、2本で13,200円です。ボディはアソシエイト社製のアペックス2フーニコーンクリアボディセットを選択。事前に購入して製作塗装は終わっています。 DC10 キットのホイールベースに合わせるためにホイールアーチのカットは保留状態です。販売店での価格は11,606円。ボディに装着するドアミラーはイーグルレーシング社製のレーシング LED ウインカーミラーを選択。販売店での価格は971円。ボディに装着する LED ライトユニットはスロットル連動タイプを Yahoo オークションで落札。落札価格は3,785円。バッテリーの保管や充電時の安全性確保のために使用するリポセーフティーバッグはハイテック社製を選択。販売店での価格は1,320円。持ち運び用の RC バッグは G フォース社製を選択。販売店での価格は8,624円。送信機の持ち運びに使用するバッグは G フォース社製を選択。販売店での価格は4,752円。走行には関係しませんがボディの塗装に使用する塗料が必要です。使用する塗料の種類や色数で金額が変動するため今回の合計金額には含めないことにします。また塗装の際には塗り分けが必要になりますのでマスキングテープが必要です。マスキングする箇所により使用するマスキングテープの幅を変えたり液状のマスキングゾルを使用しますので複数種類が必要です。使用するマスキングアイテムにより金額が変動するためこちらも今回の合計金額には含めないことにします。以上で走行させるのに必要な RC アイテムはおおむね揃っています。ただし合計に含めなかった塗料やマスキングテープ類などがありますし、このほかシャーシにボディを固定するためのマグネット式ボディマウントやパーツクリーナーやグリスなどのケミカル類、両面テープや接着剤、工具類、セッティングツールなどが必要です。それらも使用する製品により金額が大きく変動しますし、すでに保有しているものもあるかと思います。今回のハイエンド RC パーツの趣旨とはそれますので合計金額には含めないことにします。ハイエンドな RC アイテムを揃えて RC ドリフトを始めようとすると今回の試算によれば約32万6960円程度かかることが分かりました。ここには含まれていない費用を含めれば完全にゼロから揃えようとした場合においてはおおよそ35万円前後の初期投資が必要のようです。なおこの試算は2024年8月時点のものです。今後物価の変動を受けてさらに高額になっていくと思われます。興味本位で始めるにはかなり高額になりハードルが高くなります。また思ったほど楽しめなかったり飽きてしまいやめてしまうこともありえます。それを考えると最初からハイエンドで揃えるのはリスクが高いように思います。し
かし別の考え方ではいずれハイエンドな製品に買い替えることを考慮すれば、最初からハイエンド製品を買っておく方が最終的には総コストを抑えられることになります。結論的には様々な考え方や価値観があり、使える予算の都合などもありますので、どの買い方がベストだとは言えないように思いますし、自身が使える日々のお小遣いの範囲で無理なく余裕を持って続けられることが結果的には長く楽しめることにつながると思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。